あまりにも強く、誰よりも友達思い。ロシアの白狼から世界の狼へと変貌。今回は、ボルグ・ザンギエフの強さと魅力を紹介。IBF 世界タイトルマッチや戦績についても解説します。ボルグ・ザンギエフよりも、白狼の異名が似合うという人は、高評価に向かって、全力でホワイトファング。おすすめのシーンやキャラを、ぜひコメントで教えてくださいね。ボルグ・ザンギエフは、旧ソ連出身の元フェザー級の天才ボクサーです。アマチュアでは200戦以上の成績を持つ現ジュニアフェザー級世界王者。教科書的な綺麗なアートボクシングも、しぶきが舞うようなインファイトも可能な万能タイプです。高次元のスピード、パワー、バランスを持ち、弱点が見当たりません。勝負どころになると、狼の牙が出現。相手が倒れるまで、攻撃がやむことはありません。しかし、その表情は悲しみに満ちており、勝ってもニコリともしません。もともと心優しい好青年、人を傷つけるボクシングは、好きではなかった様子。一歩戦を経て、ボクシングの魅力を再確認しました。温かいスープが飲みたい。貧しい母子家庭で育ったボルグは、ボクシングは生活の一部。病気がちな母の治療費を稼ぐため、日本に移籍したのです。日本ではオトワジムに所属。期待の輸入ボクサーとしてテレビでも紹介されました。ボクサータイプ寄りの万能タイプですが、日本で成功するためには、分かりやすい KO 勝ちが必要。そのためにリンファイターとして見せるボクシングへと変貌します。本来のスタイルで戦えば、当時の伊達エイジよりも強かったようです。しかし、一歩戦、先導戦での敗戦。2度の敗戦で商品価値がなくなったボルグは、オトワジムを解雇され、事実上の引退。コーチのラムダと共にロシアへと送還されてしまうのでした。最愛の母親の死を経て、再びボクシングを始めるボルグ。しかし、ロシアでは受け入れてくれるジムがないため、自由の国アメリカでカムバックを決意します。ただ、アメリカに知人も当てもない彼は、日本の一歩を頼ります。一歩の家に寝泊まりし、鴨川ジムでトレーニング。鴨川に、アメリカを拠点とする浜台基地を紹介してもらいました。アメリカでは強すぎて、チャンピオンも避けてしまうほど。WBA、WBC、IBF の3団体で、ランキング1位を獲得し、無冠の帝王とも呼ばれていたようです。得意技は、白い牙、ホワイトファング。左アッパーとチョッピングライトの高速コンビネーションで、あまりの速さから何が起こったかわからないうちにダウンしてしまいます。ボルグのモデルは、元フライ級世界王者のユーリ・アルバチャコフ。ロシア出身の輸入ボクサーで、9度もタイトルを防衛しました。無冠の帝王と呼ばれ続けていたボルグ。ついに世界タイトルマッチが決定しました。しかし、タイトルマッチ決定の1週間後に試合開始。すでに、相手の思惑に飲まれてしまいます。対戦相手はアメリカのマイク・エリオット。IBF ジュニアフェザー級5度防衛中のチャンピオンです。ゴングとともにマイクに駆け寄るボルグ。ホワイトファングで先制攻撃を図ります。しかし、ボルグの攻撃にカウンターで迎撃。なんとボルグがダウンしてしまいました。いきなりのダウンに湧き上がる観客。なんとボルグは詰め寄ってくるマイクに打ち合いを挑みました。打ち合いの合間に見せるホワイトファング。しかし、冷静にブロックされ反撃を許してしまいます。そのままレッシュをかけるマイク。審判が試合を止めようとしましたが、なんとか生き延びました。2ラウンド開始、勝負を決めにかかろうとするマイクを、ダン吉直伝の飛燕が行く手を遮ります。威力は小さいものの要所要所で、マイクの攻撃を阻みました。2ラウンドが終わり、試合感が戻ってきたボルグ。見ている景色が広がります。同様に飛燕を見慣れたマイク、即座に対応し始めました。お互い、チェスを指すような技術戦が始まりました。両者一歩も譲らない攻防。観客も固唾を飲んで、試合の行方を眺めます。コンビネーションの中に、ホワイトファングを絡めますが、マイクは読み切ってカウンターを仕掛けました。ボディ狙いに切り替えるボルグに、マイクをしっかりと対応します。大和魂。ボルグの口から語られ、ダン吉もそれに頷きます。
ボディから起炎で顎を追撃するボルグ。止められた瞬間にホワイトファングを狙います。しかしそれすらもかわされ、逆にボディがカウンターで炸裂。それでも倒れないボルグが執拗にボディを攻撃します。一瞬の隙を突き、つばめ返しで顎にアッカーが炸裂。耐え切ったマイクにホワイトファングが直撃しました。ダウンしたマイクをなんと抱き起こすレフェリー。状況がわからないマイクがそのまま試合を開始しました。視力を尽くして戦う両者。ボルグは折れかけの牙を何度も叩きつけます。本能だけで拳を振るうマイクに気迫の衰えないボルグ。激戦の果てに最後に立っていたボルグが IBF ジュニアフェザー級の新チャンピオンとなりました。A 級トーナメント1回戦で古豪鈴木と対戦。接近戦を挑まれ、狼の牙のごとく反撃するボルグ。止めようとするレフェリーを押しのけ、顎を破壊しました。一歩戦ではボルグから先に攻撃を仕掛けます。緩急自在の攻撃で一歩の硬い防御を突き破ります。コーナーに追い詰められ意識が飛ぶ一歩。とどめを刺そうとしたボルグに無意識のまま反撃しました。2ラウンド開始から一歩は前へ前へと果敢に攻め込みます。早く倒れてくると攻撃が甘くなるボルグ。その隙を狙って一歩のガゼルパンチが炸裂しました。チャンスとばかり攻める一歩でしたが、逆にホワイトファングで倒されてしまいました。倒されながらも耐え続ける一歩。4ラウンドからボルグが失速し始めます。一歩の攻撃が当たり始め、ガゼルパンチがボディに炸裂。一歩のラッシュでダウンしてしまいました。5ラウンドはリング中央で壮絶な打ち合い。ボルグのホワイトファングがかわされ、ガゼルパンチが直撃。なんとか立ち上がるも意識を失ってしまいました。伊達エイジがチャンピオン返上後、ベルトをかけて天道と激突します。天道の豪快な左ストレートに対し、強烈なアッパーを返すボルグ。2人の対決は強打の打ち合いから始まりました。スマッシュが直撃しても、ホワイトファングを受けても倒れない両者。1ラウンドから2人の気力は満ち溢れています。しかし、技術で勝るボルグに、天道の攻撃は届きません。攻撃を受け続けた天道はダウンしてしまいました。声援に押され、突進する天道。狙い続けた天道のボディが功を奏し始めます。一瞬の隙を突き、天道の右のスマッシュが直撃しました。最終ラウンド、スリップしたボルグに、天道のパンチがかすめます。ダウンを宣告されたボルグ、抗議するもカウントは進みます。終了まで攻め続けたボルグでしたが、判定で敗れてしまいます。2度の敗戦で契約を切られ、祖国に戻るボルグ。事実上の引退となりました。母の死後、ボルグは再びリングに帰ってきます。立ち寄った日本で、一歩とスパーリングを実施。一歩のデンプシーロールに対し、強烈なカウンターを行います。一歩を失神 KO してしまいました。しかしこの戦いを通じて、ボルグはよりボクシングを強く意識したようです。ジュニアフェザー級4位のエリック・トンプソンとの一戦。相手の隙を突き、チョッピングライトで仕留めました。ウォーリーとスパーリングを行うボルグ。スピードで勝るウォーリーをコーナーに追い詰めましたが、意外な方法で逃げられてしまいました。世界に名を馳せる選手になると、ボルグは彼を高く評価しました。世界タイトルマッチでマイク・エリオットと戦います。審判すら敵に回るという圧倒的不利な状況を覆し、IBF ジュニアフェザー級チャンピオンとなりました。困難な状況になりながらも全て乗り越えてきたボルグ。チャンピオンとなった彼は、新たなステージに向けて歩き始めました。